2023年製新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー36。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。柏村の空気圧センサー KD258 です。病気が良くなったのでタイヤ交換してセンサーを付け替えたら左リアの表示だけ00になりました。購入時もそこだけ表示が出なかったことを思い出してちょっと走ったり配線を伸ばしたりしても戻りません。なので今回はこの表示を復活させるべく試行錯誤してみました。念のため保証書を見たら期間は6ヶ月1年じゃないんですね。早くも保証期間が過ぎているので考えられる原因を割り出して解決していきます。果たして原因はセンサーの破損か復活したのか、今後の対処はどうすればよいのか。興味がある方はどうぞ最後までご視聴ください。00表示の考えられる原因。取扱説明書から探ってみます。まずこの項目はエンジンオンでも00表示なので違います。次にこの項目も走っても00なので違います。この項目も電池切れではないので違います。この項目もコードを伸ばしても変わらなかったので違います。あと該当するのはここも3番目と一緒なので違います。これで最後ですが00の項目はないのでペアリングが切れたということでしょうか。わからないのでこれを視野に入れて対策を進めます。それではまずアンテナ線を分離してしまいます。アンテナ線の分離。以前からアンテナ線分離を考えていましたがやってみたい方は自己責任でお願いします。前回アンテナ線をまとめる作業中被覆に傷をつけたところを直すついでにアンテナ線分離をしてみます。ケーブルの被覆を剥ぐと裸の新線が出てきます。コネクターに電線を差し込んで極性をチェックします。新線は赤、透明、緑に色分けされています。裸線ですがエナメル処理されていて導通はありません。カッターで先端のエナメルを削り落としています。赤を当たります。赤がプラスです。透明がマイナスです。残った緑がアンテナですね。アンテナ線にこの緑線 0.3 スケアを接続します。エナメル新線には電気的に接続したいため先端にハンダの玉を作ります。ハンダはエナメル面には付着しないので銅面を出す必要があります。付加する線にアンテナ線をハンダ上げします。3線とも切ってしまったのは熱収縮チューブを通すためです。先端を玉にしているのでうまく一体になったようです。この後チューブを通したらケーブルを接続していきます。加工したケーブルに熱収縮チューブを通しておきます。4ファイを使っています。ケーブルを接続したらチューブを戻して収縮させます。先に新線に3ファイのチューブを通します。付加線の先端を少し短くします。アンテナ線にチューブを通します。電線を押さえる工具はありますがわずか3本なのでこのまま続行します。向きをうまく合わせて
ハンダを上げます。先に通しておいたチューブを戻します。チューブを収縮させます。できました。これをもう2回繰り返します。赤線です。先端を揃えます。先端がずれてしまいます。どうでしょう。接続点はデリケートなので仕上がりをよく確認します。いびつなのでやり直します。もう一度。このくらいで良いでしょう。チューブをかぶせて収縮させます。できました。最後に透明、白です。チューブの長さを調整します。先端を揃えます。今度は大丈夫でしょう。ハンダ処理します。チューブを戻して収縮させます。本来はヒートガンですがご容赦ください。なかなか縮んでくれません。この作業をしっかりしないとショートの原因になります。できました。外装となるチューブを戻します。コテで収縮させます。この接続箇所はテンション防止をしていないので後ほどコルゲートチューブで保護します。このくらいで良いでしょう。接続後の動作試験。低電圧電源にアダプターを接続します。電圧はダイナモの電圧くらいにします。電圧を調整してこのくらいで供給します。電源を投入します。表示は00のままですが接続作業はうまくいきました。電流は 20mA です。プラグはここにつなぎます。その前にシガーソケットで試験します。当然ですが OK です。続けてペアリングを行います。送信センサーの登録。この登録ページに沿ってセンサーを登録します。ポイントはセンサーをつけたままではなく外してモニターの前で行うことです。手順通りに操作してこの画面まで来たらセンサーをタイヤに取り付けます。登録完了の電子音が聞こえるように左リアのドアを開けておきます。音が聞こえたらモニターをメイン画面に戻せば表
表示が変わっているはずです。音が聞こえなかったり表示が変わらない場合はやり直します。それでも変わらない場合はセンサーの破損や他の原因を探すことになります。メーカーに今回の原因を聞いてみたら、データの送受信がうまくいかなかったためとのことでした。送受信を妨げた原因は特定が難しいとのことでした。一緒にその場にいたわけでもないので致し方ないですね。結論として00が出た場合は解決策として私の取った手段しかないようです。すなわちアンテナ線を伸ばして走ることを試し、電池切れなら取り替え、それでもダメなら再ペアリングという手順です。ちなみに参考までにセンサー位置変更の手順を表示します。動作確認。ペアリングが終わりましたのでエンジンを再始動します。表示が無事戻りました。スタート時には前回の数値が表示されるのでペアリングしなくとも計測はしていたようです。これで目的が達成できました。アンテナ線は長めなので適切な長さにして助手席側に伸ばします。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。